はい。そうそう。傷つくよ。お疲れ様です。こっち買ってきちゃった間違え去年た。あ、わかんないですけど、どっちでもいいですとりあえず。別にね、これが乗ればいい一緒です。ね、証拠に。はい。わかんない仏教。そらそうだよ。線香の入った段ボール見つからない。線香の入った釣りのこれいいですよ。換金してきてしまって10円玉とか今日銀行あ
皆さんこんにちは。今年もこの8月から昨年の8月から8月まで亡くなった方の追悼をしたいと思います。この追悼集会は本来ならご自分の実家やお家で追悼されるお葬式を挙げてご実家に帰られる骨がご実家に帰れずにいた、またご実家に帰ることを拒んだ、また帰る手段がなかった方をこの1年間私たちが知って追悼します。本当はもっとたくさん亡くなられてたかもしれないですけれども、私たちが調べたり知ったり聞いたりした中での17人です。随分その方がどういう生き方でどんなことをなさったのかを随分調べましたけれども、よく分かってきた人と全然分からなかった人もございます。左からご紹介いたします。中村区で10年ほど生活保護でアパート暮らしをしておられましたけれども、C 型肝炎や肝硬変などを患い、病院を入退院されて認知症なども出てきたこともあり、光神病院にて昨年の8月12日に81歳で亡くなられました。お悔やみ申し上げます。2番目に書かれていたこの若宮大通りのこの柱の1つ2つ越えたところでずいぶん長い間ブルーシートの三角のテントに住んでおられました。昨年の2月か3月頃からちょっと食べれなくなり、どんどん痩せてきて具合が悪くなってきたので、私たちは入院を勧めたり病院に行くことを勧めたりしましたけれども、5月6月7月と痩せていって、もう中区の巡回相談員さんからも相談を受けて病院行くように説得しましたけれども、8月16日昨年のほぼ追悼集会が終わった頃です。そのテントの中で苦しんでおられる、もう意識がなくなっているのを通行人が見つけ救急搬送されましたが亡くなられました。とっても痩せていて食べれないんだって怒っているのがすごくわかるように、病名は胃がんでした。もうちょっと早く説明したり、彼がうんって言ってくれるような言葉かけがなかったかなってとても今も後悔しております。次にお名前のない方ですけれども、60代女性。この方は昨年の9月の末頃から中区の巡回相談員さんから電話があって、免疫のエスカの前で野宿して動けなくなっているっていうことを9月の末から連絡が入って仲間が駆けつけました。やはりこの方も何を差し入れしてもいらない、行かない、ほっといてくれ、なのでお名前も分かりませんが、免疫のエスカの入り口、通行人がたくさんいます。近くの警察の方が訪ねて行ったり、一番身近だったのが掃除の清掃のおばさんが毎日声をかけてくれていたそうです。10月15日の朝、一番身近だった清掃員の方が見つけてくださり、警察を呼びご遺体を運ばれました。本当に名前もわからない方ですが、皆さんと一緒に追悼したいと思います。次にございます狭間さん。狭間さんは元タクシーの運転手で、仕事がなくなって不動産会社の紹介でアパートを見つけ、アパートに入られましたが、アパートに入って半年過ぎにもお部屋で亡くなっていたのを家主の方が見つけられました。12月18日、病名
80歳でした。次に書いてあるのは林正史先生です。もう私が説明するまでもなく、林先生は皆さんよくご存知で、林さんの支援を受けた方もたくさんおられると思います。林さんは牧師になってこの名古屋に来て牧師をする中で野宿であった相馬さんという野宿の方と出会い、そこから大工仕事をし、野宿の仲間と一緒に大工仕事をしていて、このホームレス支援をやり始めたのがもう15、16年前だと思います。林さんは困っている人にとても優しくて、弱っている方にとても優しくて、野宿をしていたり、着るものがなかったり、食べるものがなかったり、夜であっても必ずその人のところに行って、着るものあるよ、食べるものあるよ。林さんの車の中は不思議となんか魔法箱のように、ジャンパーは出てくるわ、食べ物は出てくるわ、どうなってるんだろうっていうぐらいに、林さん靴ないかな、靴あるよ、傘ないかな、傘あるよ。本当に林さんの車の中は困っている人にいつでもどこでも差し上げられるよ、差し上げるものがいっぱいありました。越冬の活動の初日に林さんが来ない、おかしいぞ、なんで林が来ないんだって言って仲間が見に行ったら、12月28日午前お部屋の中で倒れておられました。越冬期間中に葬儀も行いました。告別式もやりました。たくさんの人が参列しました。越冬の最初に亡くなるなんて、本当に林さんは何を考えているんだろうと思って、私は悲しみからだんだん怒りに変わってきて、どうしてくれるんだと頭が真っ白になりましたが、越冬の最初に亡くなったということは、越冬の受付をしていて、林さん亡くなったんだって、どんなご関係でした、どんなことを言っておられましたか、どのように接しましたかって言ったら、受付に来ていろんな人が林さんの話をしてくれました。林さんがどんなにすごい人だったのかっていうのも、亡くなってからもさらに倍分かりました。そしてみんなで泣いたり、みんなで抱きしみ合って、林さんの分を頑張ろうって言ったりするのをかみしめる1週間でした。私事では申し訳ありませんが、越冬が終わる頃には、林さん、私たちがこうやって連なって仲良くなって協力して林さんの分を頑張ろうっていうように、越冬の最初に亡くなったんだということが分かりました。今でもこの追悼集会の用意やら、明日の夏祭りの用意やら、林さんがいないとちょっと困るなっていうことがいっぱいありました。けれども林さんの代わりに、じゃあ僕やるよ、私がやるわって言ってくれる人も出てきてくれました。こうして林さんの分もみんなが助けてくれて、本当に私はありがたいなっていうふうに思います。だから林さん、いつも私たちを見守っていてください。下の名前も分かりませんでした。5、6年間鶴舞公園の林の中でひっそりと野宿していたそうです。私も知らなかったし、巡回相談員もめったに会わなかったと言っていました。あんまり人に会うのが好きじゃなくて、本当に人目を避けるようにして野宿しておられました。12月28日朝の散歩の人が安倍さんが亡くなっているのを見つけました。ご冥福をお祈りします。林明さん、
とても博打とタバコが好きで長い間野宿をしていたそうです。サポートセンターと長い間付き合いがあり、アパートを探したりアパートを入居された後もサポートセンターの付き合いがあり、とても豪快な明るい方だったそうです。今年の2月3日、今池の交差点で交通事故に遭われて亡くなられました。76歳でした。次の竹谷神父です。竹谷さんはもう神父になった頃から野宿者支援に人生をかけた人といっても過言ではありません。若い頃から炊き出し、夜回り、昼巡回、アパート訪問、いつも野宿の人を思って生活していた人でした。福神館っていうところで炊き出しの材料を作るんですけれども、それを立ち上げたのも竹谷神父で、困っている人がいつでも来れるようにいろんな人が訪ねてきたり、またアパートに入ってもアパート訪問をしたり、炊き出しで何か面白いことはないかと、その当時コロナが流行る前でしたので、南山の学生と共に花火をしたり、映画をしたり、囲碁をしたり、将棋をしたりと、炊き出してさまざまなことを催しを考える人でした。ここ5、6年、ご自分ががんになることを知って、マキちゃん、僕、がんになっちゃったよ。あと3日の命かなって笑いながら言うんですけど、で3日に天に行ってまた戻ってくるんでしょって、そうそうとか言って、そんな冗談も言えるくらいでした。ご自分ががんで、もうあとどれぐらい生きるかわからないけど、最後の最後まで野宿の人を思いやっておられました。あるカトリックの人に聞いたんですけれども、もう竹谷神父が現場に出れなくてホスピスに入って、もう歩けるか歩けないかの時に出会ったそうです。そしたらそのカトリックの女性の信者さんに、おいおい、ちょっと部屋におやつがあるから野宿の人のところに持ってってやってくれって、自分が明日死ぬかもしれないのに、このおやつ野宿の人のところに持ってってやってくれって部屋まで戻ったそうなんです。ああ、本当に竹谷神父って最後の最後まですごい人だったんだなっていうのは思いました。私もまだ若かった頃、竹谷神父にいろいろアドバイスもらいました。うまくいかなかったこと、自分の思い通りにいかなかったこと、頑張ってやっても野宿の方がなくなってしまうこと、竹谷さんはそううなずいて、マキさん大丈夫だよ、大丈夫、神様見てるから大丈夫だよといつも言ってくれました。3月23日、初めの修道会で皆さんに見守られて69歳で亡くなられました。はい、大西豊さん。大西豊さんは若い頃も本当にバリバリで、笹島日雇い労働組合の元委員長で、過酷な労働を強いられている労働者がいるともう乗り込んできて、もうなんかどっかの組の人かっていうぐらいこうドアを破って中に入り、なんか不当な労働するなとか言って叫んでるのを私はよく聞きました。ヤクザかなんかだと間違えられるぐらいの勢いで、その勢いが本当に過酷な労働をされている労働者にとっては心強く、そしてまた野宿して街を歩いているだけなのに不審者だと言って交番に連れられた野宿者を、俺が身元引き受け人だ、返せって言って交番に乗り込んだのも大西さんでした。そんな過激な頃に過激なことをやって、でも弱い人の味方だったっていうのは確かです。随分頑張って労働者のために戦ってきたと思います。老年は、雇い労働というものが少なくなってしまったので、労働問題というものは組合やユニオンさんにお願いして、
お酒を飲んで自転車でふらっと炊き出しに来て野菜や果物をみんなに分けている姿は皆さん覚えがあると思いますけれども、4月2日ご自分のアパートで出火してしまい、午前2時に自宅のアパートで亡くなられました。80歳でした。大西さん、ご苦労様でした。